日本は資源がない国だ。これもう僕たちがずっと当たり前のように聞いてきた言葉ですよね。でももしですよ、日本のすぐ目の前の海にこれからのハイテク産業をガラッと変えちゃうかもしれないお宝が眠ってるって言われたらどう思いますか？今日はその壮大な夢のど真ん中にいる一企業、符号化機械金属についてじっくり見ていきたいと思います。さあ、いきなりですけど、この大きな問いから始めましょうか。日本は資源大国になれるのかって。これ、決して夢物語とかじゃなくて、日本の排他的経済水域、いわゆる EEZ の中に、その可能性を秘めたとんでもない量の資源が見つかったっていう現実の話なんです。その鍵を握っているのがこのレアアース。日本語だとキトリュウなんて言いますけど、これは17種類の元素をまとめた呼び名ですね。名前にレアってついてますけど、実は今の僕たちの社会を根っこから支えているものすごく大事な物質なんです。もう少し具体的に見てみると、例えば電気自動車の心臓部である高性能モーターとか、スマホから風力発電のタービンまで、ありとあらゆるハイテク製品に使われる超強力な磁石。これ全部レアアースがないと作れないんですよ。つまり、これからの脱炭素社会とデジタル社会、この両方を前に進めるためのまさに産業のビタミンみたいな存在なんですね。ところがですね、大きな課題があるんです。このグラフを見てもらうと分かる通り、日本はそのレアアースの供給の約6割を中国からの輸入に頼っちゃってるんですね。世界全体で見ると、中国のシェアは9割にもなるって言われてて、これが経済の安全保障っていう面でずっと大きな悩みどころだったわけです。このちょっと危うい状況をもしかしたら根底からひっくり返すかもしれない。それが2012年にあった南鳥島の沖合での大発見です。日本の EEZ の中でものすごく濃度の高いレアアースを含んだレアアース泥っていうのが見つかったんです。しかもその量がなんと世界中の需要の数百年分にもなるっていうとんでもない規模で、これはまさにゲームチェンジャーになりうる発見でした。でもただ発見されたっていうだけじゃないんですね。水深が数千メートルですよ。人類がまだ足を踏み入れたことのないような深い深い海の底から資源を掘り出すっていうのは、もう国を挙げた一大プロジェクトとして進められているんです。このタイムラインをちょっと見てください。2014年に大学を中心にコンソーシアムができて、2018年からは政府のプログラム SIP が本格的に技術開発をスタート。そして2022年には水深2470メートルから泥を実際に引き上げるテストにも成功してるんですね。そしていよいよ2026年には水深6000メートルっていうほぼ本番の環境で試験北削が予定されていて、プロジェクトは一歩一歩確実に現実のものになってきてるんです。このプロジェクトを動かしているのがレアアース泥マンガンノジュール開発推進コンソーシアム。名前がちょっと長いですけどメンバーがすごいんです。トヨタ自動車とか JX 金属、商船三井といったもう日本を代表するトップ企業とか研究機関が30以上も集まってる。まさにオールジャパン体制でこの世紀の大挑戦に挑んでいるっていうわけですね。さて、そのオールジャパンの一員として今特に熱い視線が注がれているのが今日の本題、証券コード5715の複合機械金属です。じゃあなんでこの会社が深海資源開発のキープレイヤーだって言われてるんでしょうか。その強さの秘密に迫ってみましょう。小型機械金属の原点、その DNA は会社の名前の通り鉱山の開発にあります。もう100年以上も陸の上にある過酷な鉱山で岩を掘って運び出して使えるものに処理するっていう、その全ての技術をずっと磨き続けてきた。この歴史こそが彼らの最大の武器なんですよ。例えばこのスライドにある技術、硬い岩をガンガン掘る削湧機とか、泥と水を混ぜたドロドロの鉱石をパイプで運ぶスラリーポンプ。これ全部陸の鉱山で使われてきた技術なんですけど、よーく考えてみてください。これってそっくりそのまま深海の泥を掘って船の上まで引き上げる技術に応用できますよね。ただフル機械金属がすごいのは昔の技術を持ってるってだけじゃないんです。彼らはその歴史が生んだ技術っていう資産を深海っていう全く新しいステージに合わせて最適化して応用してる。ここがポイントなんです。つまり彼らの戦略のど真ん中にあるのは、自分たちが世界で一番よく知っている陸の鉱山の技術をものすごい水圧がかかる真っ暗な深海っていう極限環境に持っていくこと。これって
ゼロから全く新しい技術を作るよりもずっと現実的で成功の確率も高いアプローチだと思いませんか？その技術力を裏付けるのがこの数字です。深海での採掘技術に関する特許、共同での出願も合わせて約20件も持ってるんです。これはこの分野ではトップクラスの数で、彼らが技術的に一歩も二歩もリードしていることの証拠と言えますね。あるメディアは彼らのことをこう表現しました。レアアース関連のダークホースって。確かに派手なイメージはないかもしれないですけど、陸の現場で鍛え上げた本物の技術力でこの巨大プロジェクトの心臓部を担うかもしれない、まさに知る人ぞ知る注目の存在ってわけです。じゃあここからは投資家としての目線で見てみましょうか。このとてつもなく大きい未来への期待と今の会社のリアルな業績、この両方をちょっと冷静に見ていく必要があります。はい、こちらが会社の足元の業績ですね。2025年の3月期はなかなか好調でした。ただ、来期の会社の予想を見ると、売上も利益もちょっと下がる見込みなんですね。もちろんこれは大事なポイントですが、これらの数字は今の主力事業である機械とか金属から出ているもので、今回注目している深海のプロジェクトはまだ研究開発の段階なので、この業績には全く入ってきていません。未来への投資と今の事業の動き、両方を見ていく必要がありますね。というわけで、投資のポイントを整理してみましょう。強み、つまりいい点は、何といってもこの壮大な国家プロジェクトで中心的な役割を担っていること、そしてそれを支える特許技術があること、財務の状態が良くなっているのも安心できる材料です。一方で心配なのは、まず本業の業績が来期はちょっと落ち込む予想だっていうこと。そして何より深海から資源を取るっていう技術自体がまだビジネスになっていないっていう根本的なリスクですね。つまり富岳機械金属への投資っていうのは今の事業の安定性とこの深海に眠る宝くじみたいな未来の可能性、この両方を天秤にかけるかなり長期的な視点がいるということになりそうです。さてここまでの話で一番大事なポイントは何かというと、古賀機械金属っていう会社は単なる機械メーカーじゃなくて、日本の資源を自分たちで賄うという国としての長年の夢を叶えるためのものすごく重要な役割を担うプレイヤーだということです。彼らが成功すれば、それは一企業の成長っていう話だけじゃなくて、日本の産業の形そのものを変えるくらいのすごいインパクトがあるかもしれないんです。陸の鉱山を相手に戦い続けてきた100年以上の技術と経験、その力は水深6000メートルという未知の世界に眠る宝を本当に僕たちのこの手に届けてくれるんでしょうか。富岳機械金属のこの挑戦は日本の未来を占う壮大な物語のまさにプロローグなのかもしれませんね。